あなたは何のために生きていますか？どうも、くー先生です。よろしくお願いします。私は軽く自己紹介しますと、普段脳科学とか心理学、マインド改善法とか、自己成長を促す情報、知識とかテクニックですね。発信しております。よかったら URL 説明欄に貼っとくので、見てもらえると非常にありがたいです。さて、今回のテーマですが、あなたは何のために生きていますかというテーマですね。いやー、非常に大きいテーマですね。人は何のために生きるのか。誰もが一度は人生の中で、生きる意味とか考えたことがある人はいるのではないでしょうか。かくいうね、私もね、一人称ちょっとどうしようかと思ってるんですけど。いや、かくいう私もね、もう10代の後半とか、もう生きる意味とか探しまくってて、この人生に意味あんのかなとか、人が生きる意味ってあんのかなみたいな、なんかずーっとわかんなくて、なんか心の中が虚無みたいな。ぽっかり穴が開いたような感覚をなんかもう5年 ?5、6年かな ?4、5年ぐらいずっと抱えて生きてましたね。もうただただ虚しくて、もう悲しくないのになんか泣いてた時とかもありましたね。朝起きて、ああ、また始まった、この一日が、みたいなね。鬱とかではなかったと思うんですけど、でも、今考えたら鬱一歩手前って感じでしたね。でもなんだろう、自分から命を絶とうっていう考えはなかったですね。それだけは絶対しないようにしようみたいなのがあって。なんかもったいないじゃないですか。なんか、いずれはほっといても死ぬのにね、自分から終わらせるなんてね。っていうのがあって、なんとか生きてた感じですね。いや、この考え方なかったら今、どうなってたかわかりませんね。それはさておき、人は何のために生きるんでしょうね。今は人が生きる意味についてある程度答えが出てまして、なんかこれは揺らがないかなっていう考え方があるんですけど、今回はその考え方ですね、シェアしていけたらなと思っております。ズバリ結論を言ってしまえば、人が生きる意味、それは感動に出会うために人は生まれてきたんだなと思います。なんだ、そんなことか。ありきたりだなと思ったかもしれませんけど、でも結構答えってシンプルだったりするんですよね。いろんな経験をして、いろんな試行錯誤をしてたどり着いた言葉、やっと染み込む言葉とかあったりはすると思うんですけど、子供の頃なんとなく、意味がわかんなかったけど、大人になっていろんな経験をして、あん時の意味ってこういう意味だったんだ、みたいな。大人になって、いろんな経験を積んで、やっと響く言葉とかもあったりするんでね。実は、生きる意味に迷ってた時期にですね、一回体調を崩して、入院してた時期があったんですけど、その時も人生つまんねえな、みたいな感じで、楽しいことないかな、みたいな感じで、いろんな映画見たり、アーティストの曲聴いたりしてたんですけど、その時レディー・ガガにハマってて、レディー・ガガの MV だけ見てる時だけ心が躍るというかね、世の中にまだこんな刺激的なものがあるのかってなんかすげえ感銘を受けてて、いや、すごいんすよ。エネルギーというかね、MV のアイディアとか、音楽性も、すごいんですけどね。その時は本当にすげえアーティストが出たんだなみたいな感じで、それなりに楽しく見てたんですけどね。ただそれだけで。で、入院しまして、その時、また違うアーティストなんですけど、ミスターチルドレンさんの、ロードムービーっていう曲にハマってて、ひたすら夜エンドレスリピートで繰り返し聴いてたんですけどね。いや、もう本当にいい曲なんで一度は聴いてみてもらいたいんですけどね。とりあえずそれは置いといて、その時になんかふとね、その曲は、夜の道をバイクで、恋人を乗せて、二人でただただ走っていくっていう曲なんですけどね。いや、優しいメロディーでね、歌詞の内容もあなたがいる幸せみたいなね。暗い夜道を走ってるけど、あなたがいるぬくもりが、幸せみたいな感じなんですけどね。その時なんか繰り返し聞いていく中で、ふと、あ、こういうのも感動なんだっていうのに、ひらめいたでもないですけど、なんか気づいちゃってって言い方あれだけど、そっか、好きな人がそばにいる喜びとか、そうですね。人に出会うことも感動なんだなーって、ただぼんやり考えていくうちに、そっか、感動って何にでも結構当てはまる幅広い言葉なんだな、みたいな、連想してって、そっか、このために生きていけばいいんだ、みたいなね。腹落ちしたというか、そうそうそう。
生きる意味ってなんだろう、虚しいなとか考えて考えて毎日のようにただただ探しまくって、なんかもういいかなって諦めてた時に、なんかふと気づいて、なんかそっからもうなんか一気に昼のなんか日の下に出たような感覚というか、心があったかくなっていく感じがあって、そうですね。これが人が生きる意味なんだろうな、みたいな、に気づいたわけですよね。人によって、生きる意味とかは、違ってくると思うんですけど、でもこれって誰にでも当てはまるよなっていう感じで、そうそうそう。もうちっちゃい感動でいいんですよね。綺麗な景色を見て、なんか、うわ、すげえなーって感じたり、美味しいものを食べて、なんか幸せな気分になったりね。あとは、なんか、成し遂げたいこと。頑張って頑張って手に入れたいものを手に入れるとか、何かを達成するとかも感動じゃないですか。もちろんさっき言った好きな人に出会ったり、好きな人のぬくもりを感じたりってのも、感動だと思いますし、そうなんだよな。もうどんな些細なことでもなんか嬉しいとか楽しいとか、心が熱くなるような、踊るような、明るくなるような感覚があれば、それが感動なのかなみたいな。感情が動くで感動だから、怒りとか悲しみとか嘆きとかも感動には入るのかなっていう感じなんですけど、ここで言う、生きる意味に該当する感動っていうのは、明るい方ですね。明るい方というか、心が温かくなるような。そうそうそう。という感動ですね。このために人は生きていってもいいんじゃないかな、みたいな、思いますね。はい。だから、もしこの動画を見てて、10代の時の俺みたいな、人生に意味ないよ、みたいな、虚しいな、何のために生きていこうっていう人は、とりあえず、そうですね、五感を満たす、さっき言った、綺麗なものを見たり、美味しいものを食べたりとか、ちっちゃな感動でいいんで、五感を乱して、小さな感動を味わうってのを、生きる意味にしてもいいんじゃないかなと思いますね。だってせっかくこのなんかもう人間という、他の動物を下に見てるわけではないんですけど、心があるじゃないですか。言葉で表現できる。世界を表現できる。人に共有できる。そうそう、素晴らしい感性、感情を持って、五感を持って、その素晴らしい世界を全身全霊で感じられる体があるわけじゃないですか。だから、それを味わい尽くさないのはもったいないなっていう考えですね。なんで、どうせ意味ないし、とか、意味とかばっか考えて、世界はつまんないなーって嘆くのであれば、まずはね、小さい感動を探すとこから始めてみてはいいんじゃないですかね。いや、だってもったいないじゃないですか。ねえ。もう世界はもう刺激で溢れてるんですよ。そう、レディー・ガガだけじゃないし、自分が学生時代好きだったアーティストとかいるわけじゃないですか。それを一度でもライブ見に行ったりとかしたことありますか？自分が世界一好きなアーティストのライブとかですね。それを見に行くでもいいですし、シンプルに自分が好きなもの、自分は甘いもの好きで、チョコレートとかよく食べるんですけど、そういうのを食べて、テンション上げたりとかでもいいですし、好きなアニメとか漫画見たりね、とかで、ゲームしたりとかでも全然いいですし、そう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 。ぜひともね、この世界を感じないともったいないっていう感覚をね、もうね、大事にしてほしいですね。そうだよ、もうきっとね、探せばもう楽しいことだらけなんですよ、世界は。そうそうそう。ただただ自分でフィルターかけてるだけで、期待しすぎないってのも大事かもしれないですね。もっと楽しいことはないかみたいな。もっと大きい喜びじゃないとダメだみたいなね。人間ってだんだん刺激に慣れてくるからね。一度味わったらもっともっとってなっちゃう生き物でもあるんですけどね。でもそれでもいいじゃないですか。また新しい世界を探しに行けばいいんですし。そうそうそう。もうだって人類何十億人といて、そう、いろんなクリエイターがいて、そう、いろんな刺激的な楽しいもの。音楽だけじゃないし、ファッションとかもそうだし、写真とか動画とか、今すごいじゃないですか。AI 使ったりね。そうそう。ゲームも毎年のように新作、似たようなゲームもいっぱいありますが、でも、それでも、数年に一度はすげえヒット作みたいな面白い、こんなの味わったことないみたいなね、すごいゲームが流行ったりとかね、するわけですし、漫画とかアニメもそうですし、どん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 毎年のように面白い作品がどんどん世の中に出てるわけじゃないですか。もう探してないだけなんですよ。そう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 。探せばきっとあるから、もうぜひともね、最後までね、人生の最後まで、世界を味わい尽くしてみてください。それでもね、ちょっと感動がわからないみたいな人も中にはいたりするかもしれないですけど、きっとね、それはね、ちょっとね、疲れてるだけかもしれないですね。もうミスチルの曲でもあったんですよね。花火って曲でね。
この世界って何なんだろうみたいなね。ちょっと疲れてんのかなみたいな。そうなんですね。すごいなんか的を得てますよな。人の心のなんかね。いや、だからもう、もうちょっと話脱線してるんですけど、なんか、だから、そういろんな幅広い世代の人たちに、愛されてるというかね。そう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 。受け入れられてるんじゃないかなと思いますね。それでもなんか世界が刺激が感じられないっていう人はちょっと感受性が鈍ってるかもしれないんで、ちょっと心をほぐしてあげる必要があるかもしれないですね。一番おすすめなのは休暇を多くとって、温泉に使ったり、リラックスする。ただただもうストレスのない環境に身を、心が回復するまで置いてみる。自分の場合はそれが入院だったわけで、それまで、すげえ、高校中退してるんですけど、その代わりにバイトを当時ね、しまくってて、週6とかで働いてたかな。ほとんど休みない状態で、今思い返せばすげえ心がボロボロな状態、休めてない状態だったかもしれないですね。で、入院して、1週間、2週間かな ?2 週間ぐらい結構入院してたんですよね。ほんでもう、やることなくて、ただただ一日中のんびりして、散歩して、みたいな本読んでとかですね。で、ちょっとずつ、メンタルも回復してったのかなっていう、って感じですね。なんで、まずは、世界を感じられ、素晴らしいと感じられるように、メンタルを整えて、心を癒して回復して、世界をなんか感じられるようになってから、自分の好きなもの、五感を満たすことがシンプルで、わかりやすいんじゃないですかね。何か楽しいことを探していくってのがおすすめですね。はい。ということで、今回は、人が生きる意味ですね、についてお話しさせていただきました。このチャンネルでは、こういうマインド系とか、あとは、心理学とか、脳科学とか、人生をより良くしていく、知識ですね。QOL を高める情報を発信していくんで、もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。今回の話、良かったなと思ったら、高評価とか、コメントとかもしていただけると嬉しいです。あと最初に話したブログの URL とか、説明欄に貼っとくんで、こうやればいいかなここに貼っとくんで、はい、ぜひ見ていただけると、これは非常に嬉しいですね。はい。今回の話をまとめると、主に2点ですね。人は感動に出会うために生まれてきた。五感を満たす活動。なんか小さい感動でもいいんで、喜び、楽しみプラスの感情が動くような、活動とか作品とか、いろいろ探してみてほしいってのと、それでもなんか感受性が動かないみたいな、心が動かないっていう人はメンタルが病んでるかもしれないんで、それを回復させるのが、先ですね。っていうこの、2点ですね。が大事だよっていうお話でした。はい。ということで、参考になったら、ぜひとも高評価、シェアお願いいたします。はい。チャンネル登録も嬉しいです。はい。ということで、今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。くー先生でした。またね。